はい、中年オタッキーです。今日の動画はね、ゲストをお迎えしております。皆さん知らない顔だと思いますが、マリックスフィルムの販売の社長さんです。よろしくお願いします。はい、そんなわけでね、今日はね、マリックスフィルムの社長さんとね、対談するところのね、動画をやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、マリックスフィルムさんといえばね、もうオタッキーのチャンネルではおなじみになっておると思いますけどね、社長さんちょっと自己紹介していただこうと思います。プロフィール大体どんな感じで、年齢とか。はい、年齢はオタッキーさんと同じかな、42年生まれなんで。じゃあ僕より1個上ですね。55歳、56歳。そうで、今年55になる。56ですね。大体同年代ということですね。はい、そうですね。僕の動画をね、以前からね、楽しんでいただいたということなんですけど、大体写真はどのぐらいから始めて？写真は、まあ、そうですね、中学生ぐらいですかね。まあ似たような感じ。初めても、友達がカメラが好きな子がいてて、その子と、それこそ鈴鹿サーキットとかね、流し撮りみたいな撮りに行ったり、その初めて買ったカメラがニコンの FA だったので、いいカメラ買ったんですね、いきなりね。親父にね、ちょっと頼み込んで、ですから、中学生か高校生ぐらいですかね。そこからずっと結構、何歳ぐらいまでですかね、20年ぐらい前までやってましたね。30歳ぐらいまで。そんなわけでね、年代も同じということで、最近はもちろんデジタルカメラとかをやってはったんですね。20年前にもうばったりやめてしまって、そこからデジカメで撮ったりしてましたね。で、再起したきっかけっていうのは再起したきっかけは、突然たまたま実家に帰った時に、部屋の掃除をしてたら、引き伸ばし機とかが出てきたんですよね。昔本格的にやってたという。その時に20年前のフィルムとかがバーッと出てきて、そういえばと思って。なるほど。その時に、あったカメラが TC1 でミノルタの TC1、それだけが残ってたんですよ。あれちょっと高級だった。他はもう全部勝負しちゃってるからどこ行ったか分かんないですね。結構ありますね、それでそのフィルムを入れて取り出したんですよ。白黒フィルムとか残ってたんで、取り出したんですね。で撮ってて、それをちょっと現像でもしてみるかみたいな自分でまた。なるほど。で、現在のお仕事っていうのはそうですね、輸入関係。そうですね、全く違う家庭用品ですよね。家庭用品なんでお鍋とか、フライパンとかそういうものを製造販売してる会社なんですよね。で、フィルムを製造して販売するっていうことに関しては全くのじゃあ畑違いという、全くでもそんなことも誰も知ってる人もいないし、全く畑違いというところですよね。結局そのフィルムを製造して販売するっていうのは僕と同じ考えで、そのフィルムが消えていっていることを危惧した。そうですね。去年カメラを撮り始めた時にフィルム買いに行ったんですよね。ほんでもう高くてびっくりして、なるほど。もう10万ぐらいになってるんでね。そうですね。これどうするよと思って、それで自分で作る、初めは自分で作るかみたいな、と思い立ったということです。で、今までのその経験と、その全くその畑違いなものを融合してフィルム製造を始めた。そうですね。やっぱり東南アジアとか EU とかで物を輸入してますんで、なるほど。そういう向こうのネットワークとかにちょっと頼んだりして、ちょっとずつ今のような形にしていって、物を作るのは得意なので、パッケージとかそういうのはできるんですね。なるほど。パッケージだからね、普通の商品と同じものになってきますからね。中身の違いだけですけど。なるほど。社内にも全く知ってる人がいないんで、何やっとんねんみたいな感じで社長が何人か変なことまた始めたみたいな感じですね。で、現状はそうなんですけど、これからの展望っていうんですけども、大体一通りもラインアップっていうのは出来上がってきた感じ。そうですね。展望ね。もともとはフィルムを作りたかったんですけど、
まあ、ご存知のようにね、そんな簡単な話ではないので、そうですね。で、初めは、もう日本ではないですけど、世界中にまだまだフィルム作ってるところがいっぱいあると思ってたんですよね。はいはいはい。カラーフィルムとかを。はい、探すとね、結構ないんですよね。現実的には少ないんですよね。特にもうカラーネガってもうコダックとフジしか使ってないっぽいですよね、基本的には。で、まあ、探してはいる、今でも探してるんですけど、なかなか作ってるとこがなくて、まあ、白黒はね、多少あるんですけど、それでも僕が思ってるよりもはるかにもうみんな、なんかたどって聞きに入れたらもう作ってない、やめちゃったり結構ね、いっぱい種類あるんですけど、あれ実は中身みんな一緒だったりする。で、OEM だったりするんですよね。で、まあ、店舗ですけど、まあ、僕の一番はやっぱりこう、最初申し上げたように、日本で安くね、安定的にいいということなので、はい、まあ、それをどうするかということですよね。なるほど。まあ、できればね、一から製造するっていうのがね、ちょっと技術的にかなりね、私もね、いろいろ考えるんですけど、観光するものをね、作るっていうのは光を当てちゃいけないんで、相当難しい技術になっていきますから、やっぱ難しいですよね。まあ、できるだけ日本で作るって最初どこまで日本でどこまでできるかですよね。そうですね。そういうのはちょっと考えたいですけどね。で、先日コダックが映画用のフィルムを値上げしましたけど、影響っていうのがあるんですか？いや、ちょっと聞いたんですけど、今のところ、まあ大丈夫。すぐにはないと思いますね。まあ、為替もね、ちょっといろいろ動いてるんですけども、ちょっとね、ドル金も上がりましたけど、そうですね。まあ、為替の影響が結構大きいです、ね。為替の影響はやっぱ大きいでしょうね。まあ、当面は、続けていけるということでよろしいですかね。そうですね。多分続けていけるよ。あとね、個人的にめっちゃ気になってるんですけど、僕の動画で紹介している効果はありますか？もちろん、すごく助かってます。いや、そう。もう始めた時ね、もう全く僕は分からない素人ですから、はい、とりあえず、まあ、打ってみるかみたいな。なるほど。したのでね。それ以上にもう反響いただいて、すごく感謝してます。いや、本当にね、これめちゃくちゃ気になってたんですよ。紹介して果たして反応あるかなみたいな感じで、逆に本当にね、もう聞く人いないですよ、僕もね。全くいないです。そうですね。で、そのフィルムってやってるの多分僕ぐらいなんでね、日本では。30年前にやってたそのもう古い機材をまあ引っ張り出してきて、自分でなんかテストゲートをしたりやってるレベルなんで、まあ全くまあちょっと素人に手が入ったぐらいなんでね、逆にいろいろ教えていただいてね。いやでもね、一年発起化してフィルムをね販売してくれているということで、本当にありがたい存在になっておりますね。そんなわけでね、今日はねマリックスフィルムを製造しているね社長さんのねお話をしました。ちょっとねパーキングのね休憩室なんでいろんな雑音は入りましたが申し訳ありません。今日の動画はこんな感じになっていきます。ご視聴ありがとうございます。ここからはねいつものコーナーに戻っていきます。ありがとうございます。はい。そんなわけでね、マリックスの社長さんとね、楽しいお話してきました。で、こんなお土産もいただきました。これね、長巻のマリックス200になりますね。ホマ200なんですけども、ホマ200、まあ、ホマ100、ホマ400もそうかもしれないですけど、最近なんか入手するのが難しくなっているということなんですけども、マリックスさんの方は平気で入ってくるということなので、マリックスさんで買えば大丈夫だと思います。で、直販サイトはすでに販売を開始しているようですが、ヤフーショッピングとメルカリでもね、近々販売を開始するということですので、まあ、来週ぐらいからっていう話だったんですけどもね、ちょっとお待ちくださいということで、まあ、すぐにね、販売開始できるということなのでね、フォマのね、フィルム、入手したいという方、ぜひマリックスさんのね、一応リンクね、下にね、貼ってあります。マリックスさんの直販サイトと、あと、ヤフーショッピングのね、URL をね、リンク貼ってありますので、そちらからお求めいただければと思います。で、作品投稿のコーナーに行きます。トップバッターはどんぶりさんですね。いつも楽しく拝見しています。メルカリで買ったフィルムカメラ、ペンタックス SP の写りを試してみたくて、天気悪いのに神戸岡本の梅林に行って撮ってきました。レンズはスーパータクマ 55mm F1.8。フィルムは富士から100です。光線漏れもなく、シャッターも露出系もまあまあ正しく動いている感じでした。これは当たりでした。ヤッホーということですね。作品なんですけどね、ペンタックスのね、レンズ、55mm F1.8。まあ有名なレンズですが、非常に描写がいいということなんですけども、まあ光がないのはちょっとやは
はり残念。天気に依存するのが写真なんですが、ボケとかほんと非常に綺麗に写ってますね。3枚目の方はね、みんな必死に写真撮ってて、ちょっと滑稽なシーンにはなっております。はい、ともりさんね、当たりを引いたということでね、ありがとうございます。投稿ありがとうございます。次はね、えのもさんの投稿ですね。久しぶりに作品投稿のコーナーへ投稿します。えのもと申します。カメラをオリンパスペン EED に富士カラー100で撮影しました。個体の問題なのか流浄感多めに出るなどと気にしていましたが、最近はそれがむしろ楽しくなってきました。1枚目のタイトルはきらめき。独特な工場が面白いなと思った写真1枚です。2枚目のタイトルはニュータウン。かつては賑わったニュータウンも今やどこか物悲しさを感じた1枚目です。1枚です。それではよろしくお願いします。ということで、ね、1枚目からいきますが、1枚目はね、逆光で撮ってるんですね。最近はね、セオリーになってる逆光写真ですが、ペン EED で撮ってこんだけ綺麗に映るんですね。十字型のね、光場が非常に美しくなっておりますが、これ絞りの関係で十字型になるんですけど、で、2枚目の方なんですけど、ニュータウンということなんですよ。人の動きがね、映ってる写真なので、こういう写真とっても好きですね。光のね、加減といいね、ほぼシャドウになってるんですけども、光の境界線もできておりまして、非常に美しい作品になっていると思います。ハーフでこんだけ撮れたら十分ですよね。ちなみにね、流浄感が出るのはね、もしかしたら若干露出アンダーになってるのかもしれません。フィルム感度の設定をね、ちょっとオーバー気味になるように、感度設定を、例えば100で撮るんだったら80ぐらいに下げるとか、そういう感じでももしかしたらいいのかもしれませんが、ちょっと定かではないんですけどもね。はい、野間さん投稿ありがとうございます。次は北野隆さんの投稿です。こんばんは。先日は忙しい中、オタク WX の購入でお世話になりました。撮影楽しんでいます。今回も2枚投稿します。1、2枚目とも同じ場所で撮った写真です。モノクロの方は早々と撮り終えたのですが、カラーの方はなかなか撮影が進まなくて、やっと撮り終えて現像されてきた写真見たところ、同じ場所で撮ったのがあったので、そういえば撮ったなぁと思い出したので、カメラ違いますが、比較っぽく投稿します。2枚目のカメラはニコンのズーム500というコンパクトカメラですが、さすがニコンのカメラ良い写りです。タイトル1枚目は、コッタロ第一展望台モノクロ。カメラコニカ C35 フラッシュマチック。フィルムはイルフォード XP2 スーパー400。2枚目はコッタル大展望台から、カメラニコンズーム500、フィルムコダックカラープラス200。ニコンのカメラはハードオフで110円で購入。ニコンのカメラが110円とビビりましたが、問題なく感動品でした。フィルムカメラ始めたい人いたらプレゼントしたいと思っています。それではどうぞよろしくお願いします。という作品なんですよ、1枚目から。1枚目はモノクロなんですけどもね、ちょっとこれ、C41 現像のモノクロということで、柔らかい調子で撮られておりますね。もうちょっとトリミングしても良かったかなと思いますね。モノクロはね、ちょっと分かりにくい、写真になることが多い。うるさい写真って言われてですね、いわゆるね。2枚目の方はね、カラーでね、バランスが非常に取れた作品になっております。これ、コダックらしいね、色になっております。緑がちょっとあったかい方向に、色がずれておりますが、それがまたいい感じでコダックのフィルムだなっていう感じになりますね。北野隆さん投稿ありがとうございます。次はね、シンジさんの投稿になりますね。中年オタッキー様はじめまして、シンジと言います。いつも楽しく動画を拝見しています。今回初めて作品投稿させていただきます。写真は約9年前のもので、東京で記録的な大雪が観測された時に撮ったものです。この日は九州から遊びに来た友人とハトバスツアーを予約しており、どうせ中止だろうと思っていたところ、まさかの欠航のお知らせが、夕方までみっちりバスツアーに参加し、雪の降る東京を楽しみました。しかし解散した夕方には雪も強まり、京浜急行も電力不足を理由に止まってしまったので、最後は雪の中を2時間ほど歩いて帰宅しました。うろ覚えなのですが、撮影機材はオリンパス XA にいるほどデルタ100で撮ったと思います。雪が少し落ち着いていたお昼頃の銀座です。タイトル、タクシー待ち。かなりトリミングしているので画質が荒いですがご容赦ください。まだまだ寒いのでご自愛、お体にご自愛ください。それではということで作品なんですけどもね、かなりトリミングされているということでね、ちょっと解像度は落ちた感じになりますが、別にそこまで気にならない、逆にクラシカルに、映っておりますね。なかなかレアな写真だと思います。雪の銀座ということですがね、9年前の作品ということになるんですけども、なかなかレアになっていると思いますね。はい、シンさん投稿ありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんの投稿ですね。相変わらず雪ばかりですが、少しずつ溶けるのを待って天気が良くなるのを期待しています。1枚目、モノクロです。タイトルは公安スナップ。
カメラペンタックス SP SMC タクマ 17mm F4 富士アクロス100使用ですということですね。でね、1枚目と書いてありますが、2枚目が来てないんですけども、これ1枚目だけ投稿作品投稿紹介させていただこうと思います。17mm のレンズってね、オタッキーは使ったことないんですけどもね、これ結構面白い描写になりますね。端っこの歪み方がね、ちょっと不規則で、このレンズの特性なのかなとは思いますが、非常に広がりのある広角レンズならではの作品です。バランスがね、広角、ここまで魚眼になってくると、日の丸写真にね、日の丸構図にならざるを得ないということなんですけどもね、これ広がりがある写真が、いろいろ工夫したらまた面白い写真撮れていくんじゃないかなと思いますね。はい、投稿ありがとうございます。でね、タイトル画面なんですけど、結構迷いましたが、シンジさんのこれ作品いきますかね。雪の銀座ということで、なかなかレアになってくると思います。特にね、後ろの光景がね、ちょっとね、ガスっている感じのね、写真になっておりました。それがね、非常に味が出ていると思いましたので、こちらの作品をね、タイトル画面に選ばせていただこうと思います。はい、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。俺のカメラはちょっと街がそろそろ少なくなってきたので、今回は1名の紹介です。ライラさんの俺のカメラですね。おたきさんこんばんは。お仕事お疲れ様です。今回も俺のカメラに投稿させていただきます。昨年の桜の時期に、小湊鉄道に撮り鉄しに行った時の写真を投稿させてください。里見駅で撮ったコンタクス RX& プラナ 50mmF1.4 です。小湊鉄道はどこで撮ってもフォトジェニックなので逆に撮りづらいですね。木造駅舎が雰囲気良かったので撮ってみました。撮影機材はニコン Z6 に Z2470F4S です。それではよろしくお願いしますっていうですね、作品なんですけどね、これタイトル画面行きましょうか。これ 24mm 駅で撮ったんでしょうけど、バランスが非常に良くてね、景色も映っていい感じで、もうちょっとトリミングしても良かったかなとは思いますが、これでも十分だと思います。で、作例もね、送っていただいてるんですけどね、これが菜の花が咲いたりね、これ梅かな桜かな、咲いててね、非常に良い写真、これ作品投稿の方に、行っても良かったんじゃないかなっていうね、作品も、ついております。ライラさん投稿ありがとうございます。で、ここからはね、教えておたっきーのコーナーになってまいります。はい。教えておたっきーのコーナー。今回はね、千秋さんの投稿になります。こんにちは。教えておたっきーのコーナーにお願いします。先日初めてのニコンのカメラ、ニコン FM を購入しました。憧れのニコンは明日届く予定ですので楽しみにしております。ただまだレンズを1本も持ってないのでカメラが届いても撮影できません。そこで質問です。ニコン FM におすすめの最初の1本のレンズを教えてください。まだまだ寒い日も多いですのでお体ご自愛ください。それではどうぞよろしくお願いします。ということですね。でね、おたっきーにね、おすすめのレンズで言ったらもう3570しかない。特にね、普及レンズのね、ニコンの 3570F3.3 から 4.5 だったっけが結構おすすめです。ただね、むちゃくちゃ安いレンズですので、ニコン FM にバランスが取れるかなっていうね、ところもあるんですけどね。で、まあ、次におすすめなのが 50mm の F1.4 あたりになると思うんですけども、AI50mm F1.4 って結構いろいろ種類があって、おたき持ってないんですよね。持ってないんでおすすめできないんで、コメント欄の方にね、ニコニストっていうか、ニコン好きの方ね、コメント欄に 50mm1.4 だったらこれがいいぞっていう型番をね、入れていただければと思います。多分 S がつくレンズになってくると思うんですけどね、50mmF1.4。S なのかな ?AIS50mmF っていうのかなちょっとそこはね、ちょっと持ってないんでおすすめしようがないんでね、コメント欄の方にぜひ、ニコンのね、レンズ、ここぞっていう人はね、コメント欄の、方によろしくお願いします。はい、今日の動画ね、こんな感じで終わっていきます。まあ、今回はね、そのゲストをお迎えした動画になっていきました。音声がね、ちょっと悪かったとは思うんですが、そこはちょっとご了解ください。こうやって撮影できる場所がなかったんでね。でね、マリックスさんね、まだまだ野心的なことをいろいろ考えておられるようですね。北村のね、ミニラボで現像をね、するっていう話に関してはね、まだちょっと話が止まってるっていう話なんですけども、
基本的にマリックスのフィルムを持っていても大体の店舗でね、すぐ現像してくれるっぽいんで、そこをとりあえず今のところは持って行ってくださいっていう感じになりますかね。マリックスさんのフィルムね、800T もそろそろ入ってくるんじゃないかなということで、楽しめるフィルムたくさんありますので、下のリンクから飛んでいただくなりね、メルカリショップで行くなりね、検索するなり、いろんな方法で、購入して応援していただければと思います。今後もね、マリックスさんの活躍にはね、期待しております。そんなわけでね、今日の動画終わっていきます。いかがだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いしますね。コメントの方はね、たくさんコメントいただけた方が動画がシェアされやすくなっていますので、ご協力をお願いします。一応ね、コメントには全部返信つけていく予定になっておりますので、ちょっと遅れてますけどね、そこをちょっとお待ちいただく形になりますが、高評価はポチッと押すだけで、今すぐポチッとよろしくお願いします。で、チャンネル登録なんですけどね、どんどん増えていっております。チャンネル登録1万名を目指して頑張ってまいりますので、チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。